なんか鼻が謎になる、どうなってんだろうとかね、曖昧な人が結構多いかと思います。点も鼻、これ何みたいな。これアニメキャラに慣れ親しんでいる人にとってはこれは花だってなるんだけど、何なんだろうこれみたいに、だんだんですね記号の再生産が行われすぎると、徐々にですねよく分かんないものを書くというね、なんかこう謎のものを書き始めたらですね、こういう風に、リアルな形で実際花って何なんだろう、どういうものなんだろうっていうのをちょっとね考えてほしいんですね。こういうような顔っていうのはですね立体物であるというようにね、あんまり立体させると可愛くはないんだけれど、こういう立体があるという中で、そこのこの部分を線にしたらこうなったよというやつなわけですよこれ。だし、こういうところコイン取る場合もあるんですよ実は。とか、さっき言ったそれを元にここにただ点みたいなのもあるし、この鼻の下に穴がこうある場合もあるんですよ。ね。というようにですね、まず自分が何書いてるのかをちゃんとこのように分かった上で、それをベースにして、書くのと、なんかここら辺にあるんだよみたいな感じで書いたものをですね、やっぱりね立体感であるとか、説得力がねどうしてもなくなってくんですね。絵はどの一本に関しても自分の中で、腑に落ちてるというか、納得した上で引いた線でなければなんかよく分かんないものになっちゃうんです。ここら辺になんか適当に描いたこの線っていうのは、これは、顔の立体と合ってないんで、これ黒いシミなんですよ。なんだけど、こういう立体なんですよという自分の中で分かった上でのこの一本の線は、これはなんと不思議なことに鼻に見えるんですよ。っていう風に、絵っていうのは自分がどういうものだと思って描いてるかによって全く違うものなんです。ただの点なのにここに描いた点とこれ何も変わんないんだけれど、ここにあるとなんか鼻に見える。なんでかっていうと、その人が鼻だと思って描いてるから。こういう立体の上に乗っかってる鼻にかかった影を省略した線だと思って描いてると、それは鼻になるんですよ、ね。っていう風に、ね、自分が何をイメージして描くかっていうのはすごく大事なんです。鼻を意識しすぎるがあまり、よくわけわかんなくなっちゃう人が結構いると思います。僕は結構鼻なしで最初描いちゃう、やっぱ。で、後でこうやって足す。そうすると自分で整理がつきやすいです。で、優先順位で言うと鼻ってどうでもいいんです、割と。やっぱり頭だし目です。だからまずこういう目、その次口、鼻なんかなくても一応顔だから。だから鼻は後で足す、ね。鼻がでかいんだったらここからズーンって出るわけですよ。ここに鼻足すって、どうやって鼻足すんだ、この底が大事で、そこに鼻をこういう風に描くので、こう立ち上げるの。そうすると鼻描けるから、ほら結局はこの立体があって、この鼻の底が分かれば、ここから立ち上げてこういう風に描けば、ほらもうなんか鼻が乗ってるように見えない？鼻の話聞いてるのに鼻どうでもいいって言われるの面白い。でもね、大事なことなんですよ。なんか鼻だからって鼻はめっちゃ大事ですとか言って、嘘でしょそれって。鼻より大事なのは目ですよ、明らかに。でもこういう風に描くと、実はおのずと奥の目が隠れるっていうことになるのよ、これで。これが立体感のある結局顔になる。こういう鼻見ますよね、よくね。こういうのよくあるよね。これよく見ませんか？あるあるですよ。鼻あるあるです。なんかこういうのもあるんですよ、これ不思議とね。っていう風に、これはおのおのリアルな鼻のどの部分を、抽出というか省略して描いてるかってことです。で、この抽出と省略の仕方によって鼻の高さや印象、要するに鼻筋が通ってるように見えるのか。例えば同じ鼻なんだけれど、今描いたこの鼻とこの鼻でいうと、なんか鼻がこうとんがってるっていうのかな、鼻筋がしっかり通ってるように見えるのってやっぱりこれですよね。それに比べてこっちが若干こう団子っ鼻というか低い鼻のように見えませんか？このように同じ鼻なんですが、どこを拾ったかによって、形の印象が変わるってことなんですよ、ね。で、これはじゃあどうしたらいいの？どれが、最適？どれが、一番いいんですかって言ったら、皆さんが好きなキャラクター、自分の理想とする、デザインを選んで、やっぱりこれも使うのがいいんじゃないかなと思います。
まあ例えば漫画的な花の表現っていうのね、昔からこういうのがよくあると思うんですよ。ここら辺にこういう風にあったら花ですよと。ただしこれ見るとですね、この花の形ってこれ横顔の時の花だよね。これね、どう見てもこれですよ。この時のですよね。これめちゃくちゃなんですね。めちゃくちゃっていうのはこれ記号論なんですよ。ピカソじゃないけど、要するに部分的に横であって部分的にみたいなね。これ立体的にまあ正面に近かったらこんな花の形にならないよとね。普通に考えてこれ立体で言ったら正中線があってね、それで言ったらせいぜいこのぐらいの高さかもしれないわけです。記号としてこういう風にとんがらせて描く。なんでかって言ったらこのキャラは鼻が高いキャラだからかっこいいね。まあどっちかっていうとですね、昔で言うとこの、白人顔っていうか西洋人に近いような日本人っぽくない、どっちかっていうとツンとした、鼻の高い人っていう印象になってたわけですね、昔で言うとね。っていう風に皆さんが描いてるこういう絵ってそういうなんでしょうね、文化の上に乗っかってんですね。じゃあそれをリアルに描くとこんな感じになりますと。でもこれだとなんか寂しいなと、物足りないんだっていうねことになるのであれば、やっぱそれはですねそういうことなんですね。あくまで絵なんで自分がどっちを選ぶか次第ですよ。だから何でもかんでもリアルに描きゃいいよって話でもないんですが、一応何なのかを分かった上で描こうねっていう話ではあります。はい。でそれで言ったらね、こんな感じで鼻の下の穴だけ拾ったりとか、頂点の部分をですねこのように点で拾ったりとかっていうことがあります。大体ですけれどね、花ってやっぱちっちゃい方が可愛いんですよ。子供っぽいキャラとか、ね、美少女キャラとかは実は鼻を描かないってよくありませんか？もうこれでね、一応人間の顔なんだよね、これね。なんか照れてるみたいな、もうこれで十分ね人間の顔なんですよ。なんだけどなぜかこれ横顔になっていくとこう鼻がこう出現するんです。これもうこんなこれは可愛く、赤ちゃんをベースにしたねような描き方ですよね、簡単に言うとね。っていう文化の上に乗ってるとね。花はね多分、鼻息が荒いっていうじゃん。人間臭さがやっぱすごく強く出ちゃうんでしょうね。だから人間臭さを結構排除した、どっちかっていうとですね、人間じゃなくて小動物に近いものとして美少女キャラを捉えると。でそうすると小動物ってやっぱ鼻がちっちゃいんでねっていう風な記号的な要素が入ってくるわけですよ。